最近よく眠れなくて慢性的な疲労感に悩まされている。めまいや動悸がひどくて病院に行ったけどこれといった原因はわからない。常に体がだるくて調子のいい時はあまりなく、月曜の朝とかは一番辛い。寝ても疲れが全然取れない。これから1週間仕事かと思うと憂鬱になる。でもどこが悪いっていうわけでもない。胸焼けするようにもなったし、血圧も高めなのが気になる。病院で見てもらったけど異常なし。何が原因なんだか不明。これらの不調は全て自律神経が乱れているのかもしれません。こんにちは、野村整骨院長の野村明です。厄介なことに自律神経の乱れというものは病院の検査では分かりにくい。ですから先ほどのような体調不良があったとしてもなかなか原因が絞り込めないのが現状です。このような状態で専門の病院に行っても自律神経失調症、場合によってはうつと診断されることが多く、ほとんどの場合が薬のみの対応になると思います。薬を飲んでも副作用なのか元々の症状なのかよくわからないこともあるかもしれません。実際これをご覧のあなたも同じような経験をされているのではないでしょうか。自律神経失調症とうつは紙一重と言われることも少なくありません。そのため症状を我慢し続け、日常生活でできることが減ってしまい、そういう期間が長く続いているのではないでしょうか。それではこれらを踏まえて本日お話しする内容ですが、自律神経とはどういうものなのか、なぜ自律神経の乱れは病院の検査では分かりにくいのか、自律神経が乱れると体はどうなるのか、どうしてあなたの自律神経は乱れてしまっているのか、そして自律神経を整えて健康を取り戻すにはどうすればいいのか、自律神経失調症を改善する方法についてお話しします。まず自律神経とは、自律神経とは体を健康に保つための仕組みです。自律神経は電気、水道、ガス、電話のように普段は何気に使っていますが、いざ使えなくなると困るもの、これが自律神経と理解していただければいいと思います。では具体的に何をしているのかですが、体中の血管を太くしたり細くしたり、血液の流れ具合を調整したり、呼吸をしたり、内臓を働かせたり、そして体温調整をしています。例えば眠っていても呼吸はしていますし、心臓も動き続けています。食事をすると胃で消化し、腸で吸収します。暑い日は汗をかいて体温を下げますし、寒い時は鳥肌を立てて体温を保持しようとします。つまり自律神経とは目の玉から膀胱まで、そして全身の血管に至るまで意識しなくても全自動で調節してくれている、体中に張り巡らされた特殊な神経による制御システムのことを言います。そしてこの自律神経ですが、もう少し詳しく説明しますと、アクセル役とブレーキ役の2種類があります。まずはアクセル役。例えば大勢の前で喋るとき、言い争いやいざこざのとき、身の危険を感じたときなどは緊張すると思います。そういう状況に対応するため、アクセルをぐっと踏むことでテンションをバッと上げて心身の戦いモード、つまり活発な状態にします。このアクセル役を交感神経と言います。交感神経が働くと血管はギュッと細くなります。例えると水が流れているホースをギュッと手で握ったような状態になります。ホース自体は細くなります。すると圧力、つまり血圧は上がります。そのため血液は勢いよく流れますが、流れる量は少なくなります。他にも筋肉にたくさん酸素を送るために呼吸が速くなったり、目の瞳孔が開いたり、出血しても大量の血液を失わないように血液の粘りが増したりします。交感神経が働くと体が活発になるので良いことのように思われるかもしれません。しかしこれがずっと続いてしまうと常に全力疾走しているような状態になります。そんな状態がずっと続いたらどうなるでしょうか。体も心もすぐに疲れ果ててしまいます。また血管が細いままですと血流が悪くなり、血液も粘り気が増したままですからドロドロの状態になってしまいます。ここまでがアクセル役の交感神経です。そして反対のブレーキ役ですが、食事をした後やゆっくりと休んでいる時、可愛い犬や猫を見て癒されている時など、ほっと一息ついている時はこのブレーキ役が働いています。このブレーキ役が働くと血管は太くなり、心臓の鼓動は穏やかになり、血圧も下がります。呼吸はゆっくりとしたくつろぎモードになります。このブレーキ役を副交感神経と言います。この神経が働き続けるとくつろぎモ
モード、リラックスモードになるので穏やかでいいような気がしますが、しかし副交感神経が働きすぎるとモチベーションが下がったままになり、やる気がなくなったりうつのような症状が現れやすくなります。そして体中の血管がゆるゆるの状態になり、血流が停滞し、流れなくなったよどんだ川のようになり、やはりこちらもドロドロの血液になります。自律神経が乱れるとは、この交感神経と副交感神経のバランスが崩れることを指します。交感神経が働くときはきっちりと働いて、役目が済んだら引き下がり、副交感神経にバトンタッチする。そして副交感神経がしっかり働いて役目が済んだらこちらも引き下がる。これが理想です。同時に働いたり同時に休んだり、片方がずっと働きすぎたり、このような状態になるのが自律神経が乱れている状態で、必ず体に症状が現れます。冒頭でお話ししたような様々な症状が、ただそれはつまり知らせているわけなんです。自律神経が乱れていますよ、ちゃんとメンテナンスしてくださいね、生活習慣を改めてくださいね、ストレスが溜まっていますよ、なんとかしてくださいねという合図なんです。ではこのように自律神経が乱れている時の体はどうなっているのか。それは必ず硬くなっています。硬いというのは柔軟性の問題ではなく、触って硬いか柔らかいかということです。スポンジを押すと柔らかいですよね。で、こういうプラスチック、硬いものを押すと硬いですよね。そういう違いになっています。そしてこの硬いというのは筋肉が硬くなっているわけですが、例えば肋骨、このあばら骨、この間に筋肉があるんですけども、この筋肉は呼吸に関係しているわけです。この筋肉が硬くなると当然呼吸がしにくくなって息切れとか息苦しいなどの症状が現れる。喉のあたりですね。この喉のあたりですと喉の詰まり感、つまりヒステリックですね。そしてこの心臓周りですね。この心臓周りが硬くなると動悸や不安感、背中が硬くなるとイライラや憂鬱などメンタルの不調に現れやすく、首や肩が硬くなると当然肩こりや首こりですね。そして首の上部やこの頭蓋骨ですね、頭周りが硬くなると頭痛、耳鳴り、難聴、めまい、不眠、ほてり、メンタルの不調全般、お腹が硬くなると便秘や下痢、頻尿や残尿感、女性の場合ですと生理痛にもつながります。腰やお尻、太ももですと腰痛とかだるさ、疲労感、足の冷えですね。さらに言いますと、こういう時の体は呼吸と循環にも現れやすくなっています。循環というのは血液循環とリンパ液の循環、そして脳脊髄液の循環です。血液循環とリンパ液の循環というのはなんとなくイメージできると思います。ですが脳脊髄液の循環というのはイメージしにくいと思います。これは脳というのは水に浮いているという話を聞いたことがあると思います。実際脳は水に浮いています。その水を脳脊髄液と言います。そして脳と全身の神経はこの脳脊髄液が循環しています。自律神経が乱れるとこの脳脊髄液の循環も悪くなります。そして脳と神経の老廃物の排出がうまくいかなくなり溜まりやすくなります。自律神経を含む全ての神経がしっかりと働けなくなります。神経の働き具合を検査する方法というのがほとんどないんですね。fMRI という最先端の MRI があるのですが、これは脳の血流を見ることはできるんですけども、実際神経がどれぐらいどう働いているのかというのを見るのは非常に難しい。ですからあなたに様々な症状があったとしても病院の検査では異常が見つからず、これといった原因がわからないとなるわけです。ではなぜ自律神経が乱れてしまうのか。これは大きく分けて2つあります。1つ目は精神的ストレスです。精神的ストレスと一括りにしていますが、自律神経はなぜストレスに影響を受けやすいのか、あまり言われていませんが、自律神経というのは今この時この場この瞬間が安全かどうかを判断しています。この安全というのは実際に事実かどうか現実かどうかは関係ありません。そしてもう一つ重要なことは、その人にとって安全かどうか、つまりあなたにとって安全
全かどうかということです。例えば高いところが苦手な人とそうでない人がいます。高いところが苦手な人はテレビの映像などで高い場所のシーンが出てくるだけで体に何かしらの反応が出ます。反対に高いところが苦手ではない人、現実に高いところにいてもそんなに気にならない、ましてテレビでそういうシーンを見ても何とも感じない、このようにある人にとってはとんでもなくストレスで危険に感じることがあるということです。別の人にとっては何ともない平気なこととなるわけです。そしてこれはまた思考とも関係が薄いわけです。考え方を変えるとか大丈夫と言い聞かせるだけで対応するのはとても難しい。なぜならあなたの体がそう反応してしまっているからです。これはあなたの自律神経がそう反応して体の各部分に不快な感覚を示してあなたを危険から守るためのアラームだからです。つまりストレスとはある意味あなたを危険にさらすものです。自律神経は当然その危険を察知するようになっていますので、度重なるストレスがかかりすぎると負荷がかかりすぎてダウンしてしまいます。これが自律神経が乱れている状態、もしくはダウンの度合いが重なりストレスがかかり続けるとうつになってしまう可能性もあります。そしてもう一つ、2つ目です。自律神経は女性で40歳、男性で30歳を過ぎたあたりから副交感神経の働きがガクッと下がります。さらに放っておくと自律神経の機能は10年でおよそ 15% ずつ弱まっていくと言われています。これは年齢的なものである意味仕方がないと言えます。しかしだからといって何もできないわけではありません。機能が低下したとしても自律神経のバランスを整えることはできます。以上、ここまでは自律神経とはどういうものなのか、なぜ自律神経の乱れは病院の検査で分かりにくいのか、自律神経が乱れると体はどうなるのか、どうしてあなたの自律神経は乱れてしまっているのか、これらを説明してきました。そしてここからはこの乱れてしまった自律神経をどのようにして整えるのか、自律神経失調症の改善方法についてお話しします。これには実に様々な方法があります。すでにいくつかはこのチャンネルで紹介していますが、本日は最も大切なものの一つ、脳脊髄液の循環、これの調整方法を紹介します。これは普段実際に私が患者さんにしているもの、それをご自身でもできるようにアレンジしたものです。自律神経を整体で整えるプロの技と言ってもいいかもしれません。これを行っていただくことで病院では原因不明とされる様々な症状に対応できると思います。で、その方法ですが、この頭蓋骨を調節する方法になります。先ほども少しお話ししましたが、自律神経の乱れでこの頭、頭蓋骨が硬くなっています。頭蓋骨というのは14種類22個の骨が組み合わさってこのように一つの骨になっています。そしてこれらはほんのわずかながら動いています。まるで呼吸をするようにリズミカルに動いています。ストレスがかかるとこの頭蓋骨が硬くなり、リズミカルな動きが妨げられ、それにより脳脊髄液の循環に影響が出てきます。この脳脊髄液の役目の一つに脳や重要な神経の老廃物を掃除する役目があり、循環が悪くなると当然この働きが悪くなり自律神経にも影響を与えます。自律神経に影響を与えるとさらに脳脊髄液の循環が悪くなり悪循環が繰り返される可能性が出てきます。解説はこれぐらいにして早速行いましょう。硬くなった頭蓋骨をリズミカルに動けるようにする方法です。で、その方法なんですけども、この頭蓋骨のおでこの部分と後頭部の部分、そこをこういう感じで挟むような感じで持っていただいて、これを前と後ろでひねるような感じですね。ちょうどこの状態でこういう感じ、右にひねるか左にひねるかで、この方向の決め方なんですけども、一度やっていただいて、あ、こっちのがいいなとかこっちのが気持ちいいっていう方向で止めていただいて10秒間ですね、10秒間そのまま保持してください。で、10秒経ったらそーっと戻します。で、たったこれだけです。実際やってみますね。よくわかりますかね。こんな感じでひねるような感じでね、前と後ろでひねるような感じです。最初は気持ちいい方向から、あ、こっちのがいい、楽とかこっちのが気持ちいいっていう方向から10秒間していただいて、そしてゆっくり戻します。で、今度は逆です。手を入れ替えていただいても構いません。逆をやるときはでそのままでやりやすかったらそのままでしていただいても構いません。で、これを
気持ちいい方向からやって、そうでない方でね。で、10秒10秒やっていただいて、これをだんだん伸ばしていってもらっても構いません。10秒、20秒、30秒ですね。そしてこれは1日1回にしてください。で、いつやるかなんですけども、夜寝る前ですね、していただければいいと思います。はい、これね、やることは簡単なんですけど、結構ね、効果あります。で、これ慣れてくると1分、2分とかしていただいても構わないですね。最長2分までにしてください。で、ほとんどね、気分悪くなる人はいないと思うんですけどね、これ強くやりすぎると気分悪くなる可能性がありますので、もうできるだけこれ以上ないっていうぐらい優しく持っていただいてしていただくのがいいと思います。力はね、本当に必要ないんですよ、これ。もうなるべく力を入れずに、触ってイメージだけでも構わないぐらいなんですね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。また、この動画が役に立ったと感じていただけましたら、高評価ボタンを押していただくと励みになります。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。